皆さんおはようございます。本日は8月の9日水曜日です。今日は4時くらいに目が覚めて、ちょっとゆっくり今目を覚まして、5時になるところくらいですね。もう外も明るくなってきてっていう感じなんですけど、今日は地元に帰ろうと思います。夏休みも中盤に入ってきて、結構時間があるので、ちょっと地元に帰ってゆっくりして、実家とあと祖母宅にですね、顔を出したいなということで、今日から地元の方に帰ろうと思います。今回は途中でどこか寄らないといけない場所っていうのは特になくて、いつも祖母宅に寄っていくときはこう電車で福島まで行って福島で一回降りてみたいなことをやってるんですけれども、今回はバスで仙台会津若松線直通のバスで高速バスで行くこともできるんですけれども、これですね、これがあるんですよ。これ、仙台福島間の電車の往復切符ですね。これ往復で買った切符なんですけど、これがの使用期限が、これ発行から1ヶ月なんですよ。で、発行したのが7月17日なんで、あと10日も経たないうちに有効期限が切れてしまうと。で、これ、何のために買ったかというと、前回地元に帰省した時は、福島の祖母宅まで、家族の車で連れてってもらって、そこから、自分で電車で仙台まで帰ってきたっていう感じだったんですよ。で、今回も、多分ね、14日とか15日とかに、一応仙台に帰ってくる予定なんですけれども、その時に、祖母宅経由で家族に祖母宅まで連れてってもらって、で、祖母宅のある福島から電車で帰る予定だったんですよ。でもそこ家族に送ってもらえることになったんですよ。その福島仙台間を。仙台のこの自宅まで家族に送ってもらえることになったので、その時に使おうと思って買ったこの往復切符が、使う機会がないっていうことで、ちょっと今日は福島に寄る必要はね、別にないんですけれども、この切符を、消費しないとちょっと、どうなんだろう、払い戻しとかはできないのかなわかんないですけど、使うからいいんですけど、この、切符を、消費しないともったいないということで、電車で行こうと思います。仙台から福島まで電車で行って、で、福島から、郡山に行かないといけないんですよ。郡山までまた電車で行って、で、郡山でまた乗り換えて、会津若松まで電車で行くんです。だから2回乗り換えないといけないっていう。そう、福島から高速バスで行ってもいいんですけど、なんか電車の方がね、楽なんですよね。やっぱりこう、高速バスって必ず座らないといけないじゃないですか。だから混んでるとめちゃくちゃきついんですけど、電車の方がね、体が拘束されないんで、ちょっと電車の方が好きなんですよね。だし、多分仙台から会津若松でまで全て電車で行ったっていうことはないんですよ。電車、一部区間だけ使ったことあるんですけれども、基本バスですね。だったりとか、あと家族の車だったりするんで、でも今回はね、全部電車で行ってみようと思います。電車ね、普通に好きなので、楽しみですね。うん。でも2回乗り換えないといけないっていうので、時間は結構かかりますね。在来線だし、多分5時間とかかかるんじゃないかなって思いますね。一応予定では、この仙台、福島間の電車が、多分7時ぐらいに仙台駅出るのかなと思います。で、その間のちょっと細かい時間忘れちゃいましたけれども、予定では若松駅に11時半とかに着くっていう。だから、4時間半とか、バスで行けば2時間半、直通のバスで行けば2時間半ぐらいのとこ、そのくらいかかってしまうという感じなんですけれども、今日は電車の旅ということで、ちょっと楽しみたいなというふうに思います。で、なぜその11時とかに着く便で行くかっていうと、別にこう夕方にあっちに着く便だったらもう少し余裕持って行けるんですけれども、二郎に行きたいんですよ、二郎。これもまたやってるかわかんないですけどね、会津若松駅前にあるラーメン二郎に行きたいので、あそこで昼飯食べたいので、11時台くらいには着いときたいなということで、このスケジュールで進みます。で、一応仙台駅まで、路線バスで行くんですけれども、だから完全にこう自宅から実家までオール電車ではないですけど、仙台駅まで行くバスが6時くらいにあるんですよ。なので今5時くらいなんです。
けど、キャリーバッグは、前日のうちにパッキングしといたんで、あとこういう PC 類とかいろいろ、そういう最終的なパッキングをして、家を出ようかなと思います。っていうか、今のビデオ、この MacBook で AirPlay で iPhone の画面をモニタリングしながら撮影してたんですけど、これ iPhone の画面ってこう MacBook に打つと必ずこう縦なんですよね。今横向きにして撮っても自動的に更新されないんですよ。なんでこれ横向きに表示できたらね、この13インチのディスプレイに大きく映せると思うんだけど、この状態でカーソル上にやってもメニューバーとか出てこないし、ちょっと設定とかでいじくれんのかな。後でやってみますか。あとこれすごいラグがある。これ今こうやってずーっとやりましたけど、これなんかね、普通に携帯の画面操作してるときは大丈夫なんですけど、ほら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 、もう10秒くらいラグがありますけど、これモニターとしては使えないですね。動画撮ってるとめちゃくちゃラグがあるっていう。カメラのモニターとしては使えないですか？エアプレイ。そういえば個人的におすすめな睡眠の方法なんですけれども、今日とか昨日結構寝るの遅くて、今日も早く起きないといけなかったんですよ。こういう風になんかこう、睡眠時間取りたいんだけど、今日は少ししか取れないみたいなことあるじゃないですか。そういう時に短時間でこう睡眠を取った感じになる方法として、枕を使わないで寝るっていうことですね。こいつを使わないで、もうこの真っ平らなマットレスの上にこう、肩と頭の位置高さを同じにして寝るっていう方法ですね。でこれやるとなんかこう寝つくまではなんか枕あった方が楽なのになとかってなるんですけど、これ朝起きた時のこう爽快感がなんか少ししか寝てなくても全然違うんですよ。まあでもさすがに毎日やってたら健康上問題があるかもしれないんで、このたまにですね、たまに今日ちょっと睡眠時間取れないなみたいな日にはおすすめです。自分はやってます。枕なしで寝ると意外にちょっとしか寝てなくても爽快感があるというか、寝起きが良くなるというか、そんな感じがします。ちょっとうちでコーヒーを入れていきます。やべ、これかな。スタバとか行きたいんだけどね、多分時間的に時間が早すぎてやってないんですよね。仙台駅でスタバとか行きたかったけど、乗り換え自体は余裕あるんだけど、時間自体が早すぎてやってない。ミルク400入れたんだけど多かったかな。350とかでもよかったかも。よし、OK です。一応カフェラテ完成。朝ごはんです。白飯と味噌汁とふりかけ。実家に行く前に腐りやすいものは消費しとこうと思った、結果、ご飯に合わせるものがふりかけしかなくなってしまったんで、ちょっと質素な朝ごはんになってしまってるんですが、ちょっとこれをいただきます。はい、出発前にコーヒーです。美味しい。あとティラミスタルトです。うまっ。これちょっと今度自分で作ってみたいな。できそう。さあ一応最終的なパッキングもできました。まあパッキングというか、もう結構このパソコン周りに関しては普段からまとめてあるので、もう本当に MacBook ここに入れるくらいで済みますね。楽です。こういうなんか普段からちゃんとしとくと旅行の時とかもめっちゃ楽ですね。よいしょよいしょよいしょ。
あ、なんかここの垣根が完全に新しくなってますね。この杭が新しい木になってる。ということで、6時10分に仙台駅に行くバスが来るので、もうバス停あそこなんで向かいます。あれ待って、時間ミスったわ。36分って書いてある。あれ待って、これ電車間に合うかな。ちょっと調べよう。ちょっとね、6時36分のバスに乗ると福島に行く電車に間に合わないことが分かったので、作戦変更。電車で行きます。こっから最寄りの東照宮と駅まで行って、そっから仙台行きの電車に乗ります。で、今から7分後に1本あるんだけど、多分それ間に合わないので、もう1本後の電車で行くと、なんとその福島に行く電車の5分前に仙台に着くっていうので、その5分で急いで乗り換えれば行けます。まあでも言うてね、40分ぐらい東照宮駅の電車が発車するまで余裕があるんで、ちょっとゆっくり向かいます。やっぱ路線バスの時間はネットで調べるとちょっと当てになんないな。やっぱりちゃんとあそこの時刻表見た方がいいです。あ、ここのおそらく火事になったようなこのでっかいこの敷地全部、一軒家がね、一軒家の廃墟があったんですけど取り壊されてますね。これこの辺の住人にとってはかなり嬉しいことなんじゃないでしょうかね。今気温は28度ですけど、歩くと結構汗かいてくる。てか28度って普通に暑いですよね。30度台に慣れてるから数字的には涼しく見えるけど、ちょっと電車の時間になるまでここの公園で休憩してます。発車までしばらくお待ちください。これですね、7時1分福島駅。逆か。あ、逆も上りしかない。やっぱそこそこ混んでますね。座れなさそう。福島駅ですね。よし、奇跡的に座れました。東北本線の上り、名取、岩沼、白石、藤田方面普通列車の福島行き、まもなく発車いたします。ご利用のお客様はご乗車になりましてお待ちください。次は長町に停まります。この電車は東北本線普通福島行きです。
この列車は回送列車です。うわ暑い。やっぱ内陸に来ると蒸し暑いな。なんだ29度か。今が8時25分、予定通りに福島駅着いて、次の福島から郡山まで行く電車が8時41分です。何番線か分かんない。上上がってみないと。よし、どこだ。あれ新幹線。ちょっと待って、9時36分って書いてあるなこれ。あれ、自分調べた感じ8時41分になって、確かに電車のアナウンスでも言ってたんですけど、これか、これだ。8時41分、同じく3番線か。じゃあ登ってこなくてよかった。ここですね。8時41分郡山。これか早速。14番から19番にお進みください。郡山です。5番線に着きます。お出口は左側です。お降りの際はお忘れ物なさいませんようお気をつけください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。The next station is 郡山 Terminal. The doors on the left side will open. 郡山です。わっつ、ちょっと下手に上に登らずに、なんだっけ、会津若松行きが何番線か確認しよう。今現在時刻が9時半なんですが、会津若松行きは10時15分発車なので、乗り換え45分ありますね。このホームではなさそうだから1回登ってみます。郡山なんていつぶりだろうな。去年の10月ぐらいに、秋ぐらいに来た記憶があるんですけど、それ以来かな。貨物列車が。
なんか郡山も会津若松に住んでた頃は十分いろいろあると思ってたんですが、仙台に住み慣れるとなんかそこそこ落ち着いてる街に見えますね。あ、これだ、快速会津1号1番線です。はい。黄色い線の内側にお乗りください。お、涼しそうな待合室がありますね。ここで待とうかな。ちょっと45分もあるから少し駅をふらついてもいいかもしれないですね。これ今来た電車会津若松行きってなったけど、でもあと45分あるんですよね。45分止まってんのかなこれ。出発時刻が10時15分ですね。やっぱり今からだと35分待ち。待合室まさかの貸し切り状態。そしてめっちゃ涼しい。なんなら寒いぐらい。オールセルフ店舗だって。現金使えないんだ、ニューデイズって。クレジットのみとかですかね。あとスイカとかかな。で店員がいないってことですかね。確かに店員いなさそうだわ。あそこに精算機だけあって。なるほど。もうこの一番線は会津若松に行く電車専用なんですかね。結構もうここら辺の広告とかも会津若松とかに関するようなものばっかだし、まあでもそうですよね。若松から電車でどっか行くとなると必ず郡山に来ないといけないんでね。新幹線に乗るのもだから東京とか行くにも郡山に来ないといけないし、福島とか仙台とか新潟とかに行くにも郡山に一回来ないといけないんですよ。なのでね、かなり使用率は高いんじゃないでしょうかね。散策するって言っても改札の中はそんなにいろいろはないのか。うわ、懐かしい。そんなに改札の中は面白いものはなさそう。さあ、おとなしく待合室にいようかな。涼しいしめっちゃ暑いですよね。何度だ、29度。でもめっちゃ蒸し暑い。なんで待合室にいた方が安全かも。でもあと言うて20分ぐらいか。ぼーっとしてるとあっという間だな。そろそろ人が増えてきた。座れなくなる前に行っとこう。
車しかございません。お気をつけください。この車内は都心の回送列車となります。ご乗車に気をつけてご注意ください。バスの JR 列車をご利用くださいましてありがとうございました。枠13個だよ。枠13個。よし、会津若松着きました。うわ、一番暑い。一番暑いです。久しぶりだな、若松駅で降りたの。高校の頃はこのホームからね、2番線か3番線から乗り降りしてたんで、毎日のように通ってたんですけど、懐かしい。てか暑いな。何度あんの？31度か。でも仙台より圧倒的に湿度が高いから暑く感じますね。このね、福島までの切符でずっと乗ってきたので、ちょっと改札じゃなくてそこの窓口で精算してもらいます。いくらになるんだろうな、仙台若松間って。仙台からなんですけど。はい。あ、生産です。はい。少々お待ちください。すみません、後ろに並んでお待ちください。めっちゃ人すごいな。追加料金が1980円でした。だから福島から会津若松までが1980円なのかな。乗り換えしないと来れないけど、仙台からの料金はちょっと分かんないですね。人多すぎ。とりあえず外出よう。さすが観光地ですね。観光客がいっぱいいるんだ。嬉しいことですよね。なんか観光地化してる。そっか、みんな休みだからな。今日水曜日だけど、本当に平日は閑散としてるんだけど、さすがこう休みの日というか、観光地とだけあってにぎわってますね。いつもバスを降りるのはここですね。駅がここ。仙台よりずっと暑いですよ。数字で見るとね、同じくらいなんですが、体感温度が全然違う。やっぱここね、内陸っていうか盆地だから熱がこもるんですよ。プラス湿度も高いからとんでもなく暑く感じるっていうか、なんか暑さの種類が違うんですよね、そもそもの。だからいや、分かってはいましたが暑い。やばい。この数分、駅から出て数分歩いただけで汗が吹き出してきてます。暑すぎる。で、今日はですね、お目当てがあります。二郎ですね、二郎。並んでないじゃん。てか並んでないと逆に心配になるんですよね。やってないんじゃないかっていう。でも匂いがするな。やってました。のれんが出てないんですよね、二郎。のれん作ってほしい。これやってるように見えなくないですか。久しぶりの二郎会津若松駅前店です。ではお久しぶりに。野菜油少なめ、ニンニク辛めで。やべえ、久々の二郎、めっちゃテンション上がります。小ラーメン、豚、
チャーシュー3枚増し、野菜油少なめ、ニンニク辛めです。やばい、うまそう。今日のチャーシューめっちゃ味染みててうまい。スープの濃さもちょうどいいです。ごちそうさまです。いやー、うまかった。なんか久々に二郎なんて食べきれるかと思いましたけど、なんかこうペロッといっちゃいましたね。なんなら大ラーメンでも食べられたような感じなんですけど、いや、うまかった。高校の頃よく二郎に通ってた時に、二郎は期間を空けるごとに美味しくなっていくっていう法則を見つけたんですけど、今回半年ぶりでしたからね、めちゃめちゃうまかったし、二郎って日によってなんかこう味の濃さとかなんかそういうのが若干違ってくるんですけど、今日結構好みな感じでめちゃくちゃ最高でした。そしてなんと奇跡的に値上げしてなかった。いや、絶対値上げしてるだろうなと思ったんですけど、してなかったんですよ。小ラーメン900円の、豚3枚追加が250円で1150円。いや、頑張ってますね。今小麦とか高くなってるのによく値上げしないでやっていけるなという感じです。二郎の後はこいつ、サントリーの黒ウーロン茶。高校の時も二郎通ってた時に必ずこれ二郎食べ終わった後に飲んでたんですよね。脂肪の吸収を抑えるっていう。これ友達がみんな飲んでて自分も飲んだら、まあ確かになんか飲み始める前より同じペースで二郎に通ってても比較的脂肪のつきがなくなった感じはありますけどねあ、うまい。これも懐かしい味で、普段飲まないからな、黒ウーロン茶なんで。そうそうそう、あれだ、油で気持ち悪くなった時に飲むと復活するんですよ。なんか自分量は食べれるんだけど、なんか油が多すぎると結構気持ち悪くなっちゃうタイプなんですけど、これ飲むと復活するっていうので飲んでおりました。さあ、ということで実家に帰ります。もうね、昼は今日はもう外出るかな、わかんないですね。もうなんかこんな猛暑だし、ちょっと今日寝不足だし、二郎でちょっと塩分を過剰摂取してしまったんで、これ熱中症にならないわけがないのでとりあえず実家に直行して、いや暑い。ていうかびっくりなことにまだ12時、今12時ぐらいか。すごい朝の4時から行動してるから、すごい一日が長く感じる。得した気分ですけど、体力が吸い取られてる感が半端ないですね、これ。懐かしい。高校の時に駅から実家に戻る時のルートですね。ここ通って帰っておりました。いやー、暑い。もう暑いしか言えないですもう暑い以外の言葉が出てこないぐらい暑い。ちなみにここが私の中学校です。もうさすがに知ってる人いないと思いますね。もう5年6年ぐらい経つから。
えば家族買い物に行ってるとか言ってたけど、いるのかな。あ、いそう。おかえり。おお、びっくりした。おはよう。おはよう、ポーさん。覚えてる？おはよう。久しぶり、ポーさん。大変。あれ？思考が停止してる。今冷房かけたところなので、はい。冷えるまで待っててください。それまで。はい。シャワー浴びてくるからもう汗だくだから。暑い。そしたら涼しくなるでしょ本当に暑すぎる。いや、暑い。めっちゃ気持ちよかった、シャワー浴びてきて。よし。じゃあ。おはぽんさん。ヨポインコちゃん。おお、なんだ？なんだ？どうした？ポインコちゃん。どうしたのポインコ？誰？今気づいたか、お兄ちゃんがいることに。大丈夫だよ。よかったね。ヨポさん。脅かさないで仲良くしてね。脅かすと嫌がられちゃう。なんかでかくなった子。そう？面白いな、ポインコ。お母ちゃんは仲良くないからね。ああ。うまっ。これね。固まるじゃない？うん。だから普通部屋に置いていいんだけど、もう朝起きた時点で液体になってんの。ほら最近流行りの首に巻くやつ。これお母さんも持ってんだけど、普通は室温で固まってんのに朝起きた時点で液体なの。部屋が暑すぎて。汗が収まんない。ぬるま湯でシャワー浴びたんだけど。お、涼しい。血管温めると涼しくなりますね。温めてないから。あ、違う。冷やすと。はい。ヨーグルトです。いいですね、暑い日に。美味しいですね。最近ヨーグルト食ってないからな。いいっすよ。食わないと。あれでしょ、買い物に行けなかったんでしょ。そう、もう買い物にも行きたくない。限られたものしか買えなかったんでしょ。こりゃゴミ漁ってる。こりゃ、そんな子に育てた覚えはありません。かじっていい紙なんてさ、そこにいっぱい用意してあるのに、なんでダメだっていうものがいいんだろう。汚くはないんだ、あれ炊飯器の下に敷いてあったやつだから。でも乾燥したご飯ついてるかも。インコちゃん、何やってんの？
鳥ちゃん。うわー。うわー。凶暴。なんでそんな凶暴なの、ポーさん。ダメですね、今機嫌悪いですね。あ、そういえば。はい。うわ、お土産、まあ、ありがとう。どうぞ。重いよ。お母さん動いてもいい、ごめんね。よいしょ。それ。おお、甘夏バームだ。うん。やったー。あ、さつまいもバーム。ちょっと好きそうなのばっかりじゃないってじゃじゃーん。お、マナスコうまかったやつだ。杏仁豆腐。おお、ちっちゃいの。カルディのね、美味しそう。そしてあとそれおすすめめ。って言ったやつ。ありがとう、お母さん独り占めして食べる。一人の時。ありがとう。はい。これじゃあこれ。ん？みはるのファームガーデンで買ってきた美味しそうなやつ。おい、何これ？美味しそう。うちの分はないの。うちは違うのを買っちゃったから、チャイのやチャイ？つ。それは違うの。それはそれで違うとこで買ったの。美味しそうだよ。ああ、嬉しいね。独り占めだ。ごめんね、これ。すげえ、コーヒー牛乳の素。へえ、うまそう。阿蘇白川水源の水使用。3、4倍の牛乳で割ってくださいと。美味しそで保存料使ってない系だから、うん開けたら1週間以内ぐらいで飲まなきゃいけないと思うけど、うん冷蔵庫に置いて美味しそうだよね。う。では、今度飲んでみます。楽しみ。うん、ここで開けると私たち飲んじゃうから、うちで飲みな。3時間お昼寝しました。めちゃ気持ちよかった。だいぶ疲れ取れました。よポインコ、おはよう。よ忘れてた。寝ちゃいた。よ戸惑ってるね。首かしげてるよ。うん。どうするこうちゃん。上に広がってるからこのぐらいか。やめてこうちゃん。危ないよ。はい。これがなんか冷凍焼き芋らしいですけど、今食べれないよねこれ。少し溶けたくらいで食べて。もう少し待ってみるか。どんな感じの味なんだろう。糖度が高いから完全には凍んないって言ってたよ。じゃあもう少しこの霜が取れたら食べてみます。よし、ではこの冷凍焼き芋食べてみます。この端っこも食えるのかなこれ。端っこは好きだな。苦いかもしれない。一番端っこの端っこは。うん。確かにめっちゃ甘い。すごい糖度が高いんだね、確かに。うん。でしょ。コーヒーに合うでしょ。合う。あ、美味しいね。めっちゃ甘い。さつまいも自然の甘さとは思えない。めちゃくちゃ甘いです。これ言われて。確かにすごい甘くて美味しいな。スイーツみたいですねこれ。
なんてお店なの？わかんない。忘れちゃった忘れちゃったそうだよ、お店の名前覚えとけばよかったね。忘れちゃったよ。何でしょうか、ポンさん。あ、あくびしてる。すごい、二重に入れてんだ。これが汚れるから使用中は汚れないんだけどこうなってるから、うん。でもカバンの中で汚れるわけさ。ああ、だから一応ね、あと止まってうんこする人とかいるから、こんな感じ。いいね。とてもいい感じですよ。もう折り方忘れちゃうけどさ、いいね。ピタカンのこういう感じ。 iPad ケース。これ縦に立てれるっていうのが本当に珍しいんだよ。なかなかないんだよ。3時間も寝たのかい。よし。ではでは。いや、いいよ別に。iPad 用のフィルムが届いたので貼っていきます。あ、どうもどうも。はい。こんな感じのやつです。はい。グラスプロ。おお。これが、あ、なんとびっくり。レンズプロテクターも入ってます。うん。あ、喋ってていいよ別に。あ、そう。カメラのレンズも、あ、ちゃんとこれガラスですね。プラスチックじゃなくて。カメラのレンズのガラスプロテクターも入ってました。これ入ってるの知らなかった。めっちゃコスパいいですね。多分これも買うと1500円ぐらいするんでね。する。ガラススクリーンプロテクター。これが、インストール手順。はい。インストールガード、貼り付け方が書いてありますね。で、クロスです。クロスと、これが、アルコールパッド。で、これがホコリ取り用のシールです。で、これが、ガイド枠ついてるのは安心だわ。ガイド枠ついてます。で、これがフィルム本体かな。おお。ちなみにアンチグレアにしました。ペンシルとか使うっていうので、アンチグレアの方がね、ペンの滑りが紙に近くなっていいっていうのと、指の滑りもねいいですね。うん。あ、気持ちいい。アンチグレアのフィルム久々に触ったけど。で、アフターサービス生命。はい。ではでは貼っていきましょう。いや、自分もこの 12.9 インチ級のガラスフィルムを貼ったことがないですからね。一番でかいのは自分が持ってる 9.8 インチだから 10.2 インチかのホームボタンがついてる最後の iPad。あれが一番でかいですかね、今まで貼った保護フィルムの中では。でもこれガイド枠がついてるのでかなり安心できます。
じゃあまずこのアルコールパッドで拭いて、でドライクロス、電源一応切っとくか。電源切ったことないんだけど、そういえばそれ再起動とかしないといけないの？再起動した方がいいね。ね、やったこ週とないな。1くらいで。そうか。スマホは毎日してんのに。毎日は数字3日に1回とかで。よし、ではガイド枠をはめて、このシールでホコリを取りながらフィルム貼っていきますが、ちょっとここからは無言の戦いで唾が飛ぶと困るので無言の戦いでいきます。まだ貼ってないですよ。あ、白のついてる。今取ります。なんでついちゃうんだろうね。汚いのかな、まあしょうがないよ。日常生活の中にはホコリがありますから。でかすぎるよね、でもこれ。ほほほ、気持ちいい。よし、そしたらカメラバンプにも貼りましょう。おほほほ、気持ちいい。お、いいですね。完全フラットになった。これもしかして、もう電気が映り込まないんだね。そう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 。楽譜にさ、蛍光灯が反射して使いづらかったんだよ。うん、もうこれで映り込みはほぼなくなったはずですよ。どうですか？あと肌触りね。ほら、肌触りも指紋とかつきにくいんですよ、それ。あとペンシルもね、どうですか？程よくね、摩擦があった方が多分書きやすいと思うから。電源入れていいのかな？あ、いいよ。電源どこ？これ？そうそうそう、長押し、長押し。ついた。あ、いいね。紙の書き心地に近くなった。こう程よくちょっとね、抵抗が摩擦があった方が書きやすいですね、ペンシルは。起動しないんじゃないの？お、どれじゃあ楽譜見てみようか。あ、ちなみにカメラバンプも入りました。それ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 。だからそれフラットになってるから、そのケースにはまるんでしょ？はまるはまる。ね。すごい。痛いってぽーちゃん。
じゃじゃん。夕飯は焼肉です。わお。いいですね。椅子いいんだね、3つでね。肉を塩レモンで食べる。牛肉はめちゃでかい。今話しますからね。美味しいよってもらって育てたんだけど、受粉なかなかしなかったり、雄花と雌花があって、雄花ばっか肉いただいてみましょう。りがって焼けたか？ピーマンもらうよ、焼けたら。あれこれいい。ちょっと飛ばしすぎかな、もうないな。うまっ。ゆっくり食べて。これも焼けてる。めっちゃうまい。これ見よう。ちょっと待って。なんか騒いでるよ。これ絶対見なきゃ。焼きそばです。寝る前のアイスです。これ中がうまい。